世界に帝国や王族が現れる前、陶器や文字ができる前、さらに金属製の道具や武器が作られるよりも前にチーズは存在していました。紀元前8000年にはすでに肥沃な三日月地帯に住む初期の新石器時代の農民がチーズ作りを始めており、その歴史は文明と同じくらいに古いものです。農業が始まるとともに羊やヤギを家畜化するようになり、古代の農民はその乳を搾りました。しかし数時間の間暖かいところに置いておくと新鮮な乳は腐り始めます。乳酸によってタンパク質が凝固して柔らかい塊になるのです。この不思議な変化を発見した農民は後にホエーと呼ばれる残りの液体を流しました。そして黄色がかった塊は生で食べられることを発見しました。この塊は凝乳といいチーズの元になります。これを何年も寝かせたり圧縮したり熟成させたり絞り出したりして実に様々な美味しい乳製品が作られます。チーズの発見は新石器時代の人に生き延びる上で多くの利点をもたらしました。乳には必須のタンパク質や脂質、ミネラルが含まれていますが、ラクトースも多く含まれており、乳糖は消化するのに昔も今も胃に負担をかけます。でもチーズは乳の利点はそのままにラクトースはずっと少ないのです。保存が効き貯蔵できるので、これらの必要な栄養分を不作や長い冬の間にも摂取できるのです。トルコで見つかった紀元前7世紀の陶片にはチーズやバターが入っていたことを示すものが残されていました。青銅器時代の終わりまでにはチーズは東地中海あたりでは海上貿易で一般的に取引されるようになりました。人口の密集していたメソポタミアの市街地ではチーズは食生活にも宗教生活にも欠かせないものでした。古い文書の中にはチーズの割り当てを管理した記録があり、メソポタミア各地で儀式や人々に割り当てられた様々なチーズが記されています。トルコにあった近隣の文明の記録ではレンネットへの言及があります。これは特定の哺乳類の胃で作られる家畜の副産物で、凝固作用を早めたりコントロールしたりできるのです。ついにこの洗練されたチーズ作りの道具は世界中に広がり、様々な種類の新しい硬いチーズの誕生につながりました。食に対して保守的な文化ではチーズを好まないところもありましたが、多くの人々はチーズを受け入れ、すぐにその地域の風味を加えるようになりました。モンゴルの遊牧民はヤクの乳で固く天日干しされたビャスラグを作りました。エジプトではホエーを足でこしたヤギ乳のカッテージチーズが好まれました。南アジアでは乳を凝固させるのに様々な食用の酸、レモン汁や酢、ヨーグルトなどが使われました。それを釣って乾燥させパニールというチーズにします。この柔らかくてあっさりとしたチーズはカレーやソースに使われたり、焼くだけで簡単にベジタリアン料理になったりします。ギリシャでは塩水につけたフェタチーズや現在のペコリーノチーズに似た硬いチーズも作られました。削って使うこのチーズはシチリア島で生まれ、地中海全域で様々な料理に用いられました。カシウス・アリドゥスという硬いチーズはローマの支配下で必須の配給食品として大きく広がるローマ帝国の国境を守る50万人近い兵士の食を支えました。西ローマ帝国が崩壊するとチーズ作りが発展を続けたのは中世ヨーロッパの田舎に点在する荘園においてでした。ヨーロッパ各地に何百も点在したベネディクト会の修道院で中世の僧侶たちが絶えず様々な乳を使ったり様々な生産方法や熟成方法を試したりしたおかげで現在人気のチーズの数々が生まれたのです。パルメザンやロックフォール、マンステールや数種のスイスチーズはチーズ作りに励んだ聖職者らの手で洗練され完成されたものです。アルプス山脈ではスイスのチーズ作りが特に栄え、牛乳でできた多様なチーズが生まれました。14世紀の終わりまでにはスイスのグリュイエール地方のチーズがあまりに大きな利益をもたらしたために近隣の町がグリュイエール高地を侵略し、成長を続けるチーズ産業を手中に収めたほどです。チーズはルネサンス期も人気を保ち、産業革命によってチーズの生産は場所を修道院から工場へと移しました。現在では世界で年間約220億キロのチーズが生産され、世界各地へと出荷・消費されています。チーズの発明から1万年の時を経ても
地元の農場では未だに新石器時代の方法にのっとり、人類の生み出した最古かつお気に入りの食品を手作りしているのです。チーズの歴史を知ったら時間は存在するのかと疑問に思うかもしれません。違いますか？では多分今そう思っているでしょう。このビデオを見て詳しく学びましょう。そしてこの機会にぜひチャンネル登録してください。